今回は100均のカラージェルとシェル、そして金箔を使ってシェルの埋め込みデザインをミラーアクセでアレンジしていきたいと思います。使っていく道具はこんな感じです。それでは早速カラージェル作っていきたいと思います。今回はカラージェルをシュとして使っていくのではなく、シェルの中にですね入れ込んでいくカラーを作っていきたいと思います。100均のセリアジェルのカラーですね。ダークブラウンのカラーとレッドのカラーを混ぜて赤茶のカラーを作っていきます。100均のカラージェルはもともと柔らかいカラーなんですけれども、今回シェルの中にですねいい感じに溶け込むような感じで入れていきますので、グラデーションのようにですねクリアジェルを入れて柔らかく作っていってください。濃いめで作っていただいた方が奥行き感が出てきますので、少し濃いめに作っていただくといいと思います。では早速この100均のシェルですね使っていきたいと思います。ホワイトとパープルのものがありますので、これをですねいい感じにミックスしていきたいと思います。これくらいの大きさで入っているので、爪の中に使いたいサイズによるんですけれども、爪の大きさに合わせて大きいもの、そして小さいものという風にですねこんな感じに砕いて準備しておくといいです。シェルはその部分によって色合いが変わってきますので、同じような色ではなくてちょっと濃いめが入った感じのものとかをですね使っていただいた方がアクセントになってくると思います。ではクリアジェルでつけていきますので、まず真ん中あたりにですね入れていきますので、周りは入れなくて大丈夫ですので、真ん中あたりにクリアジェルをですね塗ってあげてください。でシェルを入れていきます。シェルを入れていく時のちょっとしたポイントなんですけれども、特に決まりはないんですが、私の入れやすい入れ方として、まずは大きいものをですね入れたいものですねをだいたい3つか4つぐらい置いていただいて、その間を埋めるような感じでですね小さいものを入れていただくとバランスよく置いていけると思います。そしてシェルもですね平らなもの、ちょっと反っているものという風にですねいろいろな形がありますので、爪のカーブに合わせて置いていただくのも結構ポイントになってくると思います。ではこんな風に置いていただいたら、続いて100均の金箔を入れていきたいと思います。先ほどシェルをのせるのにクリアジェルをのせているので、その間のところにですね若干未硬化ジェル残っていますので、そのままですね金箔間に入れるような感じでこんな風に散らしていくといいです。シェルとシェルの隙間に入れ込みながら、あとは若干ですねこのシェルの上にも金箔がかぶるような感じで入れていただくと、ちょっと奥行き感が出てくると思います。あとは手で少しですねなじませる感じで入れていただくといいです。では続いて先ほど作ったカラーをですねこのシェルのところに入れていきたいと思います。カラーの入れ方としては先ほどの金箔と同じような感覚でシェルとシェルの間にですね入れていくんですが、このシェルとシェルの間に入れていただくと、このシェルの隙間にですねカラーが入り込むので、そこの部分がちょっと濃いめに出てくるんですけれども、こんな風にでこういう風に濃い部分と、あとはまた薄い部分というのがですね出てくると奥行き感も出てきますので、隙間に入れていただくといいと思います。そしてあとはですね金箔と同じように若干シェルのところにかかるような感じでですねこの風にカラーを入れてあげてください。そして今回はこのシェルのこの周りのところをですね囲みというような感じでミラーアクセサリーでアレンジをしていきますので、この爪の中心のところにかけてですね入れていきますので、このカラージェルもですねもう端っこにはあまり入れないようにしてあげてください。その分厚みが増してしまいますので、逆にですね本当に入れないように中心にかけてカラーを入れてあげてください。本当にこれだけでも今ニュアンスデザインとかすごく多いので、とても素敵なデザインになってくると思います。ではトップジェルコーティングしていきたいと思います。シェルをですね埋め込んでいく時のこのトップジェルのコーティングの仕方として、できるだけですねトップジェルちょっと多めにハケに取っていただいて、このシェルの間にですねトップジェルがしっかり行き渡るようにですねちょっとグッグッグッと上下に動かしながらシェルの間にしっかり入れていただかないと、後からですねそこにエアが入ってプクッという感じにですね角が立ってしまうことがありますので、しっかりシェルの隙間に入れてあげてください。で厚みが出やすくなってくると思うんですけれども、しっかりとシェルですね埋めていただいて、私もこれくらいなんですけれども、今表面がボコボコしているんですが、使っていくシェルとかですね形によってどうしてもこんな風に爪からですね反るような感じでですね出てきますので、こういった部分はコーティングしてからこのようにファイルでですねなじませていただければ問題ありませんので、逆にですね削っていただくとシェルの光の加減とかが変わってきて結構いい味を出してくれるので、こんな風にですね削っていただくといいと思います。でこの時に厚みとかを少し調整していただければ大丈夫です。
ただ私今すごく削っているように見えると思うんですけれども、出っ張っているところだけを削っていくというような感覚でやっていただかないと、せっかく金箔とか色付けをしたところがですね、そこの部分まで剥げてしまいますので、全体的に傷を入れていくんですけれども、出っ張っているところだけを中心にやっていただくといいと思います。では続いてミラーアクセサリーやっていきたいと思います。今回このシャネイルの楕円の部分のシールをですね使っていくんですけれども、これ楕円のシールであればどんなものでも問題ありませんので、ネイル用のシールでなくても100均とかに売っているシールとかでも問題ないと思います。でこの爪の真ん中のシェルを埋め込んだところにですねシールをかぶせて、その周りをですねミラーで囲っていきますので、くり抜きですねやっていきたいと思います。で大体の大きさこんな感じかなというところでシールを決めていただいたら、まずはノンワイプのトップジェル全体的に塗っていただいて硬化していきます。この時しっかり根元とサイドのラインですねミラーがしっかりつくところになってくるので、しっかり塗ってあげてください。で硬化が終わったら、先ほどの楕円のシールを真ん中にですねしっかりと見ながら貼ってあげてください。このシールの隙間のところにですねミラーの粉が入ってしまうと、せっかくのくり抜きがですね台無しになってしまいますので、周りのところはしっかりと貼り付けてあげてください。でシールから外側に向かってチップをですねこするような感じでやっていただくと、隙間に入らずですね綺麗に取っていけると思いますので、こんな風にこすりつけてあげてください。今回はこのくり抜いたところにですねその周りにもミラーアクセサリーでですねラインを入れていきますので、実際こんな風にシールでかたどらなくてもですね大体で作っていただいても問題ないんですけれども、こんな風にシールを使っていただくと、こんな感じでですねくっきりとしたラインが出来上がってくるので、これだけでも十分デザイン楽しんでいけますので、ぜひですねこんなやり方とかやっていただくといいかなと思います。では続いてミラーアクセサリーですね、ラインを入れていきたいと思います。アイシングジェルと細筆を使って、まずはこのくり抜いたこのラインの上をですねたどるような感じで細いラインを引いていってください。この中のこの埋め込みをですねシェルの埋め込みにしているので、少しちょっとアンティークっぽい感じで仕上げていきたいのと、あとは宝石箱みたいな表現にしていきますので、この細いラインですね、均等な細いラインでなくても大丈夫ですので、ちょっと太めにというような太いところ細いところという風にですねいびつな感じで引いていただくといいと思います。で全体を囲っていただいたら、続いてですね少し変形を作るような感じでラインをですね、これ特に決まりはないんですけれども、シェルの内側に引いていただいたり、このまた先端の方とか根元のところのですねミラーにかぶるような感じでですね、ちょっとくねくねっとつけるような感じでラインをいびつに引いていただくといいです。で硬化していただいたらですね丁寧にミラーパウダーこすりつけていきます。こういったミラーアクセサリーアイシングジェルでラインを引っ張っていく時って、どうしてもクリアなものになってくるので、ラインがですねしっかりとどんな風にラインが出来上がっているのかというのがはっきり見えないと思うんですけれども、そういった場合ですね一度こんな風にやっていただいてから、ちょっと足りないなというところを後から足していただいたりという風に回数を分けてやっていただくといいと思います。でちょっと私もですねもう少しこの周りのところにですねラインがあった方がかっこよくちょっと宝石箱っぽく仕上がってくるかなと思ったので、周りのところをですね足していっています。先ほどのミラーをくり抜いただけでもすごく素敵なんですけれども、ラインを入れていただくのもまたアンティークっぽさが出てくるのと、ちょっと大人っぽいかっこいい仕上がりにもなってきますので、何かのこのデザインのアクセントとしてですね使っていただくのもいいと思います。どうしてもこの周りをミラーで囲っている分ですね結構この1本だけですごく映えるデザインになってきますので、全部の指にという風になるとちょっとくどいかなという部分もありますので、1本をアクセントに、でもあと1本ぐらいはですね例えば前面ではなくてちょっと変形フレンチのような感じとかでですね作っていただくのもありだと思います。では最後に色ジェルのグロッシートップジェルでコーティングしていきたいと思います。このコーティングもですねせっかくラインってくぼみをですね作っているので、たっぷりコーティングしてしまってはこのくぼみがですね凹凸感が半減してしまいますので、全体的にはまずさっとですねちょっと多めに取っていただいて拭っていくような感覚で塗るんですけれども、最後にハケからしっかりですねジェル取っていただいて、ラインをたどるような感じでですねくぼみをしっかりとつけてあげるといいと思います。で効果が終わったら丁寧にですねこの周りについたミラーパウダー取ってあげてください。
はい、最後にキューティクルオイル塗っていただいて完成になります。いいねと思ったらいいねボタンお願いします。そしてぜひチャンネル登録よろしくお願いします。シェルをランダムに埋め込んでカラーもランダムに入れて、そしてあとは埋め込んだ状態でですね、周りにミラーアクセサリーをやっていくだけのすごく簡単なデザインになってきます。シェルとこのカラーの何とも言えないこの輝きがこの宝石箱のようにですね、中に埋まっている感じがすごく素敵なデザインになってくると思います。ミラーアクセサリーはどんなデザインにでもすごく合うものなんですけれども、やっぱり流行りのものと、あとは今からですね使っていけるこのシェルとかもすごく夏に人気になってきますので、こういったものを組み合わせていろいろなデザイン楽しんでいきたいですよね。ぜひ一度やってみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。先日私のお客様からたくさんのいちごをいただきまして、ご実家でいちごを作られているので子どもたちに食べさせてあげてというふうに持ってきてくださったんですが、もう傷みやすいからすぐ食べなきゃダメだよというふうに教えていただいて、我が家の子どもたちはいちごが大好きなので、もう早速すべてのヘタを取って大きなお皿に乗せて出してあげたんですけれども、やっぱり我が家のおてんばした娘、こんなにたくさんあるならポポちゃんにもあげなきゃと言ってポポちゃんに食べさせていました。ものすごい山積みにしてあげたので、そのいちごを取ってポポちゃんの口に入れる真似をするんですけれども、いちごが落ちるからやめてと。本当におてんばした娘の考えることは面白いです。ちょっと画像はないんですけれども、我が家のちび息子も初めてのいちごを食べさせてあげたんですが、こういう時はやっぱり兄弟、ちび息子も美味しかったのか、ものすごくチュッチュッチュッチュ吸って美味しそうに食べていました。我が家はスーパーで売っているいちごの1パックでは足りないので2パックぐらい買わないといけないんですが、なかなかいちごは高いので、こんな風にいただくと本当に嬉しいんです。家族全員で美味しくいただきました。そしてその後ポポちゃんにいちごをたくさん食べさせちゃったからお腹が痛くなったのと言って、ポポちゃんを寝かしてタオルを頭のところに乗せて看病していました。面白いと思ってまた動画を撮っていたら、最近動画を撮られるのが恥ずかしいのか見つかってしまって、撮らないでと隙を見ていつも動画を撮るんですが、一日中カメラをセッティングしておかないといけないぐらいおてんばした娘は本当に面白いんです。以上、そんなこんなの我が家のちょっとした出来事でした。今回も最後までお付き合いありがとうございました。